オークションとかそんなんで買って成功できる人は経験している人だけだと思います。素人さんというか初めてですっていう人はもうやめといた方がいいと思います。ちなみにオークションで僕天然砥石買ったこと一度たりともないです。ちなみに僕は毎年必ず天然砥石をオークションで買います。それは自分の目利き試しで、知ってる人もいるわけですよ、やっぱり出してる人。でそこからは買わなくて、全く知らない人でこの写真のはこの角度はこの切り方はなるほどっていうのをじっくり見て必ず年1本買います。で7割ぐらいは大丈夫ですけど3割ぐらい失敗してます。それでもでもちょっと似た遊びを僕はなんか最初の頃やってて、なんかその本焼きの刃文で誰か当てるみたいなのをやってました。で中子を割って開けて、ああ合ってたとか、この人の本焼きだみたいなのを最初なんかマニアっぽい感じではあったんで、なんか安い昔だと出てるのが3万とかで出てるのがあったんですよ。でもこの人のだったら結構安いなっていうので買って当たるとすごい嬉しいというか、なるほどね。もともと15万とか出さなきゃ買えないのが3、4万でゲットできたみたいな。でもその情報が今結構もう世の中に書いてる人とかで、この特徴はこの人ですみたいな書いちゃったんで、なかなかもうそういうのが出てこなくなっちゃう、なるほどね。出してる側も高く売れるっていうのも分かってきたんで、昔は結構あったんですよ、その5、6万とかで安くまあ今ではすごい人気とされてる方のその本焼きとかが安く落とせるみたいなのがあったんですけど、今はもうほとんどなくなっちゃいましたね。その情報がやっぱりみんな手に入れられるようになって、売ってる側も高く売れるって多分分かってるんで、割って確認してから売る人も出てきちゃう。なるほどね。そういうなんか宝くじ的なのができなくなっちゃいましたね。楽しいですけどね、そうね。ちなみにあれですね、その研ぎ試しするときは必ず自分の刃物を持ってくるのがとても大事なのと、絶対買って帰るって思ってこないことがとても大事です。そうですね。めちゃくちゃ大事。今日は絶対買って帰るんだってなると、目が曇ってなんでこんなの買ってきたんだろうって大体家帰ると思います。いいのがあったら買おうぐらいでいいですよね。本当に失敗したものを持っているのはずっとショックなの。僕だから失敗したやつずっと残ってます。ずっと思い返しますから。うちにもあります。どこどこやめとくわ。めちゃくちゃもうね、もう何回も失敗したんで、それこそ高級会社買えるぐらい買いましたもん。確かに本当だね。本当に買いましたもん。もう自分でもう山盛り買って試して、もう京都でも藤原さんなんかいつも使ってた椅子のところに扉がついてるのに気づいて、開けたら砥石出てきてさって。いや3本出てきたんだけど見る？今から行くので置いといてくださいっつって仕事ほっといて京都まで取りに行って見たらめちゃくちゃ綺麗な真っ黄色の砥石、細長いのさ、これはすげえと思って家持って帰って、もうすぐ側近にお金払って、さあ飛ぶぞと思って水流して面直したらパコッつって半分に割れるっていうしかも綺麗に斜めに割れて、もう使えないどうしようみたいな。3本中2本割れて、もう1本は面直ししてたら、あれなんか色変わってきたなみたいな、総変わりかなと思っていう経験もしてるし、3本ともどうしようこれみたいな、もう2本いきなりもう割れちゃったんだけどみたいな、もう超このレンゲすげえと思って喜んで買って、もう家帰って研いでみたら、傷がすごいみたいななんかジャリジャリも言うんだけど、あの時こんな音しなかったのにみたいな。いつもと違うと、その時は太陽光で見てたりとか、でやっぱり開けたところでやってるんで音がやっぱりちゃんと拾えてなかったりとか、やっぱりもう興奮しちゃうともうそっちでもうなんか気を取られちゃって正常な判断できなくなっちゃうから、もう散々触ってきて散々痛い目に遭ってるから。確かに本当にあの時は俺やめとけって止めたはずやでボソッとそんなの買うのって言ってたのをすごい覚えててなんでめっちゃいい砥石じゃんと思って、何がそんなにダメなんだろう、形かなとか思って家帰ってやってみたらマジかみたいな
ね、なんか何を買いに行ってるのか分かんないぐらい興奮してた。なんかそれが砥石だと思ってたのかどうかも怪しいぐらいなんかすごいものを手に入れに行くっていう。まあ珍しかったしね、あの頃は。めちゃくちゃ楽しかったけどめちゃくちゃ失敗もしてるんでね、まあそういう意味ではちょっと冷静に平常心で買う前に一回ちょっとどっか回って一回見てきて平常心じゃいけない境地かもしれない。そこは僕もそうですけど、今思うとなんでそんななんか買ったんだろうって思うぐらいやってました、その時は。なんかもう理由は分からないですけど、とにかく欲しかったし買いたかったし、まあそんなもんです男の子って。なんか無邪気にもやって、まあそれが今につながってる部分も力にはなってますよね。なと思うので、なんかそれは後々考えると全然無駄ではないなっていう。もうここでこうやって擦れてる分だけ得したと思ってる。間違いない。あの損を今一生懸命回収してる。あの砥石だけは許せんぐらいダメやな。やっぱなんかその人生の中でその正解ばっかり効率よくかいつまんでいったら振り返るとなんか寂しい気がします。なんかいろいろやったエピソードがないというか。でも結局そういうのを積み重ねていく中で、やっぱり失敗してるものの方がすごい覚えてるからね。間違いない。成功なんて一瞬っすよ。うん最後までいじれるのは失敗したところなんであの時行ったのにさーって言うておじさんになってからも若い頃のその失敗談をつっつくじゃないですか、ほんま価値あるっすよ失敗って、ね、はい。